シソの水耕栽培ですね。ええ、それは実験用ではないので学生たちと美味しくいただいてます。どうぞ。失礼します。先生のご本拝読しました。大変興味深い内容でした。テレビにも出演されてご活躍ですね。ありがとうございます。たまたま人気モデルさんが SNS でシソ活を紹介してくれたおかげです。弊社としてもこれはチャンスだとメールにも書きましたが、昨年からこの長谷部を中心にシソを使った機能性表示食品の開発を進めておりまして。シソには防風殺菌効果だけじゃなく抗酸化作用や消炎作用や疲労回復効果や他にもいろいろ、まさにスーパーフードです。それでぜひ竹澤先生と共同研究ができないかと。私は食品会社エンビフーズからの申し出を受けることにした。エンビフーズから依頼が来てます。私もあんまり経験がないからお二人には力を貸してもらうことになるけど、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。エンビフーズが製品化を目指しているのは赤しその抗酸化作用を生かした機能性表示食品です。今のところ年齢を問わず摂取しやすい飲み物を想定しています。抗酸化作用ならフラボノイド。そう、フラボノイドなどの有効成分の単理をします。うちが担当するのは成分抽出と合成実験。代謝実験は理学研究科の松村研究室が担当します。製造スケールでの抽出技術はエンビフーズが持っています。松村研って松村健一郎教授の。うん。そうか、原さんは理学部出身でしたね。はい。では共同研究の責任者は松村先生ですか？いえ、私がやることになりました。シソ博士といえば竹澤先生ですから。というわけで原さんには抗酸化成分の合成実験を担当してほしいと思っています。石川さんは食品会社に就職希望なので、この共同研究に参加すれば将来の役に立つかも。やります。手伝わせてください。原さん、何か問題が？いや、松村先生なんですが、生化学を学ぶ学生の間では厳しくて単位が取りにくいことで有名でした。あくまでも学生の間ではです。松村先生とはほとんど話したことがないけど、研究者としては大先輩。私も勉強させてもらいます。本当は不安だった。私が研究責任者でいいんでしょうか。ここ数年出張や学会が増えてラボにいる時間も減ってるんです。エンビフーズは竹澤先生の研究実績をリサーチした上で直接オファーしてこられたんですよね。率直に言えばメディアでの活動も含めて研究責任者を竹澤先生にということじゃないでしょうか。とはいえ松村先生の方が共同研究の実績も豊富ですし、年齢も上、気を悪くされないかと。大丈夫です。松村先生はご理解の上プロジェクトに参加されていますから、私もサポートします。頼りにしております。久野さんは共同研究の専門家ですからね。お任せください。任せすぎない程度に。では共同研究契約書の話を。100もご承知でしょうが、共同研究は最初が肝心です。研究の目的、役割分担、情報提供、成果物の取り扱い等について契約書を交わして取り決めておく必要があります。承知しております。まず基本的なことを確認させてください。参加研究員の記載についてですが、助教の原拓さんが抗酸化成分の抽出と合成実験を担当。他には
修士課程1年の石川俊という学生が私の研究の手伝いをしてくれます。学生でも共同研究に関与する場合には秘密保持の義務を負うことになります。先生からも必ずお伝えください。はい。それから不適切な人間が途中から参加するのを防ぐために契約書では研究員を追加変更する場合には相手方へ通知するの一部も加えておきます。というわけでですね、私の産学官連携コーディネーターのサポートのもと、共同研究の相手エンビフーズと取り交わす契約書の内容が固まっていった。契約書案を添付いたしましたので、この内容で問題がないかご確認をお願いいたします。どれどれ。時間だ。契約書の内容確認いたしました。これで進めてください。契約内容についてエンビフーズ松村研究室との合意が成立した。ゴールは1年後の商品化だ。エンビフーズはそこそこ有名だから、この共同研究に参加したら就活でアピールできますよね。研究内容をどこまで公表していいかは竹澤先生に確認してね。契約上の問題もあるから勝手に面接で話したりしない方がいいよ。そうなんですね。最近小さい文字が見えにくくなりまして、まさに赤しその力が必要だなと。赤しそは目の健康維持にもいいですからね。そうなんですよ。いらっしゃいまし。松村先生、本日はよろしくお願いいたします。どうぞ。では皆さんお揃いですので、第1回目のミーティングを始めさせていただきます。長谷部君お願いします。こうして共同研究は始まった。研究背景ですね。赤しそは古来より薬用食品として利用され、その葉に含まれるポリフェノール、特にルテオリン。松村先生、うちの研究室のプロジェクトメンバーもご紹介したいので、一度食事会でもいかがでしょう。食事会。先生は月末からドイツに行かれるので。そうですか。では食事会は改めて。今後の研究の進め方ですが、一月に一度定例会を開いて進捗状況を確認するのはどうでしょう。オンラインでいいので。月に一度は必要ないでしょう。何か問題が起こった場合は別ですが、もちろん実験のデータや必要な情報は随時共有します。大丈夫だね、小山田君。はい。私から竹澤研究室に。竹澤研と我々では専門性も得意な領域も違います。それぞれが研究者として責任を持って分業しましょう。わかりました。
どうかしました？福田さん、松村研からルテオリン類塩体の実験データが送られてきたんですけど、オーダーが変なんです。見せてもらっていいですか？研究補助員の福田弥生さんは生化学分野の博士号をお持ちだ。過去に発表されているルテオリンの含有量を参考にしているんですが、それと比べると数値がかけ離れてて。桁が違いますね。実験環境によって数値の変動はありますから、私の方でも調べましょうか。お願いします。私は AI 先生に聞いてみます。AI 先生やはり通常の数値ではないですね。 AI は何と？ AI 先生ははっきりわからないと言っています。 AI 先生は自分で実験しないから。松村研の担当者に確認した方がいいと思います。でも実験担当の小山田さんって人は真面目でスキルも高くて、なんて言ったって松村先生に信頼されてるそうだから、間違いはないはずなんです。でもここはやっぱり共同研究の責任者に。わかりました。私の方からメールで小山田さんに確認します。松村先生は今出張中ですが CC に入れておきます。ルテオリン類塩体の代謝実験の数値が過去の実験のものと大きく違っているようです。ご参考までに過去データを添付いたします。間違いがないか今一度ご確認ください。間違い？いやいや、しっかり実験してますって。ご指摘の件、間違いはありません。取り急ぎ。間違いはないって。とすれば何か別の要因があるのか。小山田さんへのメールは松村先生も確認してるはずだから、問題があれば対応してくださるでしょう。それぞれが研究者として責任を持って分業しましょう。これ以上口を出すと松村研究室との関係が悪化する懸念もあった。滝沢先生、今大丈夫ですか？卒業研究のことでご相談が。はい、大丈夫よ。じゃあそういうことで。滝沢先生、私やっぱり気になるんです。もしデータが間違っていたら早めに修正しないと研究全体に影響が出るかもしれません。実験ノートを確認したい。簡単に言わないでくださいよ。たとえ共同研究者でもオープンにしたくない情報もあるんです。無理を言って申し訳ありません。機能性表示食品は特保とは違います。とはいえ機能性成分の持続に関する検証が新製品の鍵を握ると思うんです。もし数値が違っていたら。それは分かってます。だからうちも共同研究に参加したんです。信頼してくださいよ。その通り。信頼関係なくして共同研究はできない。だからこそ誠意ある研究が必要です。
実験ノートを。先生。契約書にも共同研究の際には当事者が研究開発に必要ないし有用な情報や資料を互いに開示提供することが望ましいとありましたね。はい。ノートを持ってきます。まずは私が問題箇所を確認します。よろしいですか？恐縮です。測定器から得られたデータと私の PC の Excel のデータ、計算式を見返しました。申し訳ございません。Excel の計算式が間違っていました。私からも深く謝罪します。小山田は別の実験の計算式をそのまま使用してしまったようです。それでオーダーに狂いが。いや、お恥ずかしい。いつも通りに実験したのだから間違えるはずはないと思い込んで、数字の異常さに気づかないまま記録してしまいました。再計算したデータをすぐにお送りします。お願いします。原因が分かってよかったです。本当に恥ずかしい。今回の件、大変申し訳ない。私の方こそいきなり押しかけるようなことをして失礼しました。いや、私が小山田に任せすぎていました。彼ならば間違いないはずだと。いや、実際信頼できる研究者でもあるんです。それでも間違うこともあるし、不測の事態も起きる。きっとこうだとか何々なはずだという思い込みは危険ですね。特に共同研究では。おっしゃる通り、深く反省します。いえいえ、自戒の言葉です。私のような若輩者が大先輩にそんな偉そうなことは。竹澤先生、それも思い込みですよ。もちろんお互い敬意は必要ですが、年が上だとか下だとかそんなことにとらわれすぎていたら自由な意見交換はできない。はい。ところで先延ばししてしまった食事会、いつにしましょうか？私も少々距離を取りすぎていました。メンバーのスケジュール確認します。今回の件については私も少し反省しています。小山田さんにいきなり間違いじゃないかってメールを送ったでしょ。それで小山田さんも反発した。でも間違ってたのは事実だし。だけど別の聞き方をしていたらどうだったかな。例えば数値が過去の実験のものと違うようですが、新しい発見につながるかもしれないので別のサンプルでも再現性を確認していただけませんかとか。ああ、それだとなんかポジティブな感じに。でしょ。伝え方って大事なんですね。ええ、言うべきことを言うためにも。今回のことでは福田さんにも感謝してます。いえ、共同研究のメンバーじゃないのに余計な口出しを。あ、そのことで福田さんに相談が。ではエンビフーズと松村先生に通知します。どちらもすでに内諾はいただいてます。福田さんの方は承諾されてるんですね。共同研究に参加するとなると負担も増えますから。福田さんもプロジェクトへの参加を望んでいます。生化学の実験経験も豊富で信頼できる研究者です。おお、美しい。香りもいい。しそは五感に響きますね。
飲んでほしいですね、たくさんの人に。共同研究は順調に進んでいった。エンビフーズとの共同研究による機能性表示食品が完成した。商品名はアカシソプラスに決まった。市販のシソジュースより奥行きと余韻がありますね。味わい深い。竹澤先生が他のハーブとのベストブレンドを発案してくださったおかげです。香りにはストレス軽減効果がありますから。実験を続けるうちに失恋の傷が癒えたというメンバーもいます。心の傷も癒す。これもシソルテの効能かもしれません。共同研究で新たに発見された抗酸化物質、新規のルテオリン類塩体はシソルテと名付けられ、王理大学とエンビフーズが特許の出願を準備していた。毎日ですか？反抗期だった。どうでしょうか？図一も見やすくなったし、情報量もこのぐらいでいいと思う。竹澤先生からも論点を絞るように言われてたので。共同研究にも参加しながら竹澤研の研究も並行してよく頑張ったよ。ありがとうございます。石川さん、13日でしたっけ、ポスター発表。はい、そろそろポスターを印刷しないといけないので、竹澤先生にも最終チェックをお願いしてるんですけど、むちゃくちゃ忙しそうで、代わりに私が指導するようにと。アカシソプラスの発売日が近いから竹澤先生も PR のお手伝いで大変みたいね。いよいよ発売されるんですね。売れるといいな。原先生、ポスターの印刷用原稿できました。確認お願いします。はいはい。ちょっといいですか？お邪魔します。長谷部さんが広報用に実験室を取りたいということなので、原さん一緒に来てもらっていい？今石川さんの発表用ポスターを最終チェックするところで。どうぞ。私は急ぎませんので。すいません。私にも見せて。これです。なんでアカシソプラスがここに？今まで入ってなかったよね。アカシソプラスをさりげなく宣伝しようかと。有効成分のシソルテについては特許の関係で発売日まで伏せるようにお願いしましたよね。申し訳ありません。石川さん、ポスターにこの写真は使えない。シソルテの情報が出てるでしょ。共同研究の成果を発表するときは事前に共同研究先の合意を得なければいけないって教えたよね。はい、でもアカシソプラスの発売日は12日ですよね。ポスター発表は13日、発売後になります。いえ、発売日は14日です。社内の事情で変更されたんです。すいません、僕が石川さんに伝えていませんでした。申し訳ありませんでした。私の責任です。情報やルールを共有できているかしっかり確認すべきでした。申し訳ありません。私はこの一件を産学官連携推進室と松村研究室にも報告した。最後の最後に松村先生にも申し訳ないことを。発表の前に気がついてよかった。とはいえ一歩間違えれば重大な契約違反につながるところでした。はい。
研究成果の公表については相手方に対して事前に通知し合意を得なければならないとなっていますから、それがたとえ学生であっても。それに共同研究企業の商品を営業目的で紹介するのは倫理的に問題視されることがあります。学会によっては研究との利益相反の可能性があれば申告を求められますからね。それも含めて私の説明や指導が行き届いていませんでした。久野さんにも念を押されていたのに。私がうるさく契約というのは研究者を守るためでもあるんです。権利はもちろんですが、それだけじゃなくて研究にかける思いとか誇りとか可能性とか、竹澤先生に対してもそうです。私が気がかりなのは石川さんのことです。共同研究で得た経験をトラウマにしてしまうのはあまりにももったいない。落ち込んでる暇はありませんね、竹澤先生。はい。本日アカシソプラス発売されました。エンビーフーズからも早速商品が届いています。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、石川さん。私たちの共同研究の成果です。お互いに反省すべき点はあるけれど、一緒に頑張ってきた証だから。飲んで疲れを癒して。はい。皆さんお疲れ様でした。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私たち世代が一緒にたくさんいろんなことを教えてくれるんですよ。美味しいです。美味しいです。やっぱり人間たち脳も使ってるので魚でも一安心だね。お疲れ様です。お疲れ様でした。お世話になりました。こちらこそ本当にお世話になりました。石川さんは初めての共同研究でしたね。不適切なことをしてしまい申し訳ありませんでした。でもこのプロジェクトのおかげで研究活動の厳しさと面白さを両方知ることができました。そうですか。石川さんも我々と同じ研究沼にはまってしまったようですね。はい。この沼は奥が深いですからね。いやデータの間違いに気づいてくれて本当に助かりました。計算式や機器の設定に間違いがないか常に疑う姿勢が大事なんだって改めて気づきました。たまたま見つけることができてよかったです。ルーチンで日常的にやっている実験こそ要注意ですよね。はい。実は私も公表してから間違いに気づいたことがありました。おお。差し支えなければ詳しく。工学のために私も聞きたいです。私にも共有を。あんまり話したくないんだけどな。いいチームですね。いいチームになりました。はい、すの天ぷらお待たせいたしました。熱いうちにほら食べなさい。いいですか。ありがとうございます。飲んでおります。どうぞ。最初のおお、いい音だね。